ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。突然ですが、皆様は泉北高速鉄道という鉄道会社を知っていますか？泉北とは泉の国の北側を意味し、現在の大阪南部、大阪府堺市や和泉市の辺りの地域を指します。泉北高速鉄道とはその名前の通り、泉北ニュータウン内を走る鉄道路線を運営する鉄道会社となっており、和泉市の和泉中央駅から堺市の中百舌駅までを結ぶ路線が泉北高速鉄道線という路線です。さらに中百舌駅を介して南海高野線と直通運転をしており、大阪南の大繁華街である難波まで直通をしております。ところで現在では南海グループの傘下である泉北高速鉄道ですが、実は2014年までは全くの別の名前の会社。もともとは大阪府の第三セクターだったのですが、1971年の泉北高速鉄道線開業から約40年後の2014年、大阪府から南海電車に売却されたという歴史を持っており、さらに2025年には親会社の南海電車に吸収され、会社法人としての泉北高速鉄道は今後消滅予定となっています。ところでこの泉北高速鉄道、どのような経緯で南海グループに入ったのでしょうか？そこで今回の動画ではこの泉北高速鉄道について、なぜ南海グループの傘下になったのか、その経緯などを解説・考察していきたいと思います。それでは本編へどうぞ。泉北高速鉄道の概要。泉北高速鉄道は大阪府和泉市に本社を持つ南海電気鉄道を率いる南海グループの傘下にある企業です。鉄道事業者としては社名にもなっている泉北高速鉄道線の運営を行っています。その泉北高速鉄道線は大阪府堺市の中百舌駅から和泉市の和泉中央駅までを結ぶ路線です。現在南海電車と相互直通運転を実施している唯一の会社でもあり、中百舌駅を介して高野線と直通しており、堺東、天下茶屋、新今宮を経由して大阪の難波まで直通します。泉北高速鉄道線は堺市の中区や泉北ニュータウンのある南区、鳥ベール泉を擁する和泉市の各沿線地域などから、堺市中心部、大阪中心部までを結ぶ通勤通学路線となっています。一方で泉北高速鉄道にはもう一つの主力事業として、実はこの他にも物流事業も手掛けております。トラックターミナルである東大阪トラックターミナル及び北大阪トラックターミナルの運営企業として、実は物流業界においても広く知られているのです。ところでトラックターミナルとは何かですが、長距離を走る大型路線トラックと市内を走る小型集配車を中継する、いわば中継地点とも言うべき役割の存在です。ヤマト運輸をはじめとした大手が自社で持つ一方、日本にいくつもある中小物流業者が基本的に持っておらず、そういったドライバーや業者が主に利用するための施設です。基本的には政府や自治体という公共団体が主体で整備され、関西では泉北高速鉄道が運営する2つの施設のほか、OTS が運営する大阪南港トラックターミナルがあり、その他の地域においては関東では京浜トラックターミナルや板橋トラックターミナルなどといった施設が有名かと思います。また流通センターには荷物の一時保管を実施する流通倉庫、さらに仮眠室や食堂、浴場などトラックドライバーのための付帯施設も併設されており、その他にも洗車設備も備わっているほか、泉北高速鉄道管轄のトラックターミナルでは東大阪のみですが、タイヤサービスや給油施設なども備わる施設もあります。なお泉北高速鉄道の親会社である南海電気鉄道は、大阪の難波から関西国際空港や和歌山県北部の和歌山市、さらに橋本、高野山、極楽橋方面までを結ぶ、総営業キロ 154.8km に及ぶ鉄道を運営する大手私鉄の一つで、近鉄、京阪、阪急、阪神と並ぶ関西5大大手私鉄の一角です。南海電車の前身の会社の一つとなる阪海鉄道は、阪韓阪民の日本鉄道、東京馬車鉄道に次ぐ日本で3番目の私鉄として1884年に設立されております。
は準民間資本としては現存する日本最古の私鉄でもあり、私鉄として現存する鉄道会社では事実上最古となっています。ただし現在の南海電気鉄道株式会社の設立年は高野山電気鉄道株式会社の設立年である1925年となっており、登記上の記載年における最古は1895年設立の上信電鉄、大手私鉄に限ると1897年設立の東武鉄道となり、この間には1896年設立の近江鉄道が入ります。そして泉北高速鉄道の直通先である南海高野線は、大阪府大阪市浪速区の塩見橋駅から西成区の岸の里玉出駅を経由し、和歌山県糸郡高野町の極楽橋駅までを結ぶ路線です。途中堺東、三国ヶ丘、中百舌、北野田、本郷、河内長野、民間田園都市、橋本、高野下などを経由します。日本有数の宗教都市、霊場で日本仏教の聖地の一つとされる高野山への参詣輸送を担う路線であるほか、特に橋本までの区間における宅地開発による沿線人口の急増や、泉北高速鉄道線との相互直通運転による通勤客輸送などにより、岸の里玉で橋本間を中心として通勤路線の性格も持っており、南海本線を上回る輸送人員を有している路線となっています。ただし岸の里玉で塩見橋間は塩見橋線という通称で、2両編成のワンマン電車が往復するローカル路線となっており、利用者も現在ではかなり少なくなっています。一般的に高野線は難波、極楽橋間の路線とされており、堺東方面から岸の里玉でまでやってきた高野線の電車は、すべての電車が難波まで直通をしております。また橋本、極楽橋間は山岳区間という形態となり、橋本を境にこの区間も輸送量が急激に減少しております。そのため高野線は主に難波、橋本間の通勤電車が多数走る線区、橋本、極楽橋間の山岳区間を走る高野山への観光路線、岸の里玉で塩見橋間の塩見橋線と3つに分けられます。なお難波、岸の里玉で間の正式な路線名は南海本線で、この区間では南海本線の複々線区間に乗り入れる格好となっています。泉北高速鉄道の設立経緯。ところで現在の泉北高速鉄道株式会社は、もともと大阪府都市開発という社名でした。この会社は大阪府を中心とする第三セクターとして、トラックターミナルなどを運営する企業として、1965年に設立されたことを起源に持っています。当時は英語表記の頭文字を取って OTK グループとして、その代表会社的な役割もありました。2014年に南海グループ傘下に入る前の時点では、49% の株式を保有する大阪府が筆頭株主でした。加えて大阪ガスと関西電力もそれぞれ 18% の株を保有しており、それまでは取引関係以外で南海電車との関係はございませんでした。一方で鉄道路線としての泉北高速鉄道線は、泉北ニュータウンへのアクセス路線として建設されました。泉北ニュータウンとは高度経済成長期の人口増加に対応するため、1960年代から計画的に作られた大規模ニュータウンの一つです。主に堺市の泉ヶ丘、都が光明池地区に位置し、ニュータウンの開発面積は約1557ヘクタールもあります。また泉ヶ丘と光明池という2つの地名は、ニュータウン内に位置する泉北高速鉄道線の駅名にもなっており、都がについても戸上北として駅名に含まれています。ところで本来、物流事業を行っていた大阪府都市開発が、なぜ鉄道事業も手掛けるようになったのでしょうか。実は大阪府は当初泉北ニュータウンへの連絡路線建設にあたり、大阪市交通局の御堂筋線、四ツ橋線、千日前線、近鉄電車の南大阪線、当時の国鉄阪和線、南海電車の高野線という6つのルートと接続することを検討していました。中でも有力候補として考えられていたのが輸送能力に余裕があり、営業エリアから見ても支障のない南海電車です。し
しかし南海電車では1967年から翌年にかけていわゆる南海三大事故と呼ばれる脱線転落事故や衝突事故を起こし、当時の運輸省から厳重注意を受けていた状態でした。さらに架線電圧の 600V から 1500V への昇圧、難波駅の改良、高野線河内長野以南の複線化、南海本線の天ヶ茶屋以南の高架化などのように、当時は安全対策や輸送力改善のために複数の事業を計画中で、それに関連して様々な改良工事も控えていたのです。そのため新路線の建設にまで到底手が回らない状況でした。こうした事情により大阪府では南海電車などの民間事業者による現在の泉北高速鉄道線の建設運営を断念。やむを得ず既存の第三セクターを生かして鉄道路線を建設することになり、大阪府都市開発が運営するようになったのでした。大阪府都市開発が売却されることになった理由。泉北高速鉄道線を開通させた大阪府都市開発は、もともと大阪府が筆頭株主となっていた第三セクターです。しかし大阪府は行政改革の一環として2014年5月に大阪府都市開発の全株式を南海電気鉄道へ売却する契約を締結しました。そして同年7月、南海電気鉄道の連結子会社となると同時に、社名を鉄道路線と同じ泉北高速鉄道に改めて現在に至ります。では泉北高速鉄道はなぜ南海電車に売却されることとなったのでしょうか。ところで2008年4月に当時の大阪府知事である橋本徹氏は財政再建に関する行政改革の一環としてある施策を打ち出します。それは JR 大阪東線の線路設備を持つ大阪外環状鉄道と合わせて大阪府都市開発の株を放出する意向を明らかにしたことです。そもそもこの行政改革の目的の一つについては、本来民間でできるものは民間でやるという考えがあったためです。先ほどまでの設立経緯でも解説したように、建設当時の大阪府の立場になって考えてみても、泉北高速鉄道線は民間の鉄道事業者に作ってもらいたい、最初からそう思っていたことを考えれば、運営が軌道に乗った以上は大阪府が経営を続ける理由はないとも言えます。また民間が運営することによって運賃が下がるなど、利用者にとっての恩恵があると期待されました。しかし大阪府都市開発の売却には反対意見もありました。まず他の株主との調整が必要なことに加えて、トラックターミナルなどの物流事業も経営している点です。そして大阪府都市開発は株を保有する大阪府に対して年間1億2000万円の配当を出す黒字企業だったことも理由にありました。2008年に大阪府による売却の意向が明らかになると、大阪府都市開発の株式の取得に南海が意欲を見せました。翌年に知事を本部長とする戦略本部会議を設置した大阪府は、大阪府都市開発について2つの事業者に分割した上で、泉北高速鉄道線をはじめとした鉄道運営事業とトラックターミナル運営をはじめとした物流事業などといった鉄道以外の事業という2つの企業に分割して民営化する方針を固めました。ところが2010年には一転して事業は分割せず一体のまま民営化することが決まります。鉄道事業は比較的採算性が低いため、収益性の高い物流事業で補う方が経営が安定すると判断したためです。その後大阪府は大阪府が保有する株式について2013年度内に売却するスケジュールで株式一括売却の公募を発表しました。この際大阪府以外の株主も同一時期同一価格にて合わせて売却先企業に株式を売却するとしており、他の株主保有分を含めた売却総額は670億円を見込んでいました。なお売却益は当時千里中央までだった北大阪急行の箕面茅野延伸、門真市止まりとなっている大阪モノレールの延伸、それに浪速筋線などといった新線の建設に際し、その建設に対する補助整備費用の財源としてこの売却益を充当するとされていました。結果的に大阪府都市開発が発行する株式は2014年2月、当時の松井一郎知事の下随意契約によって
750億円で南海グループに売却する方針となりました。そして同年7月1日、他の企業の保有分を含めた全株式が南海グループに譲渡されることになったのです。なぜ南海電車の傘下になった？ところで大阪府によって泉北高速鉄道線の運営会社である大阪府都市開発の売却が発表された際、売却先として名乗りを上げたのは南海だけではありませんでした。アメリカの投資ファンドであるローンスターが720億円という金額を提示した南海電車を上回る781億400万円を提示し、大阪府都市開発の売却に関する優先交渉権を獲得していたのです。さらにローンスターは乗り継ぎ運賃の10円値下げと65歳以上の乗車賃を半額にするという提案をしていました。一方の南海電車は乗り継ぎ運賃の80円値下げを提案していましたが、売却額などを含めた条件面においては南海電車よりもローンスターの方がリードしていたのです。しかしローンスターが外資系企業ということで、沿線住民からは異論が相次ぎました。堺市議会でも公明党、自民党などの4会派が市民の利便性を考慮していないという理由から反対。さらに行政改革を始めた橋本知事が代表を務めていた大阪維新の会の堺市議団でさえ反対意見に同調したのです。また泉北高速鉄道線の沿線にキャンパスがある手塚山学院大学、プール学院大学、桃山学院大学の3大学も通学定期券の大幅値下げの実現を求めてローンスターより南海電車への売却を後押しする動きを見せました。加えてローンスターへの売却に際してはもう一つの問題がありました。それはローンスターが投資ファンドである以上、将来的に現在の泉北高速鉄道を他社へ転売する可能性があるということです。そもそもローンスターはバブル崩壊で経営難に陥ったホテルや旅館、ゴルフ場などに投資して経営を立て直した後、第三者に売却して利益を得るという手法を得意としていました。もし仮にローンスターが泉北高速鉄道を手に入れたとしたら、その後誰に転売しようと大阪府が関与できない可能性があります。そのため大阪府議会からも鉄道や物流といった公共性の高い事業を行う大阪府都市開発についてローンスターへの売却を疑問視する声が上がったのです。大阪府がローンスターへの株式売却を正式に決定するためには大阪府議会の議決を得なければなりません。その大阪府議会では与党の大阪維新の会に所属する議員からさえも沿線住民の反対を押し切ってまでローンスターへの株式の売却を強行採決するのはいかなものかという意見や、そもそも南海電車のエリアなのだから株式の売却は公募ではなく南海電車との随意契約でもよかったのではないかという意見が出始めていました。また堺市に続いて泉北高速鉄道線の主な沿線自治体である出水市の議会も交渉相手の再検討を視野として大幅な運賃値下げなどをはじめとした鉄道利用者の利便性向上を求める決議案を全会一致で可決しています。このように沿線だけでなく議会レベルにおいても徐々にローンスターへの売却に反対する声が大きくなっていく中、2013年12月に迎えた大阪府議会本会議。この議会では大阪府都市開発の株式売却に関する議案の採決が行われました。大阪維新の会所属議員の数名が反対に回ったことから反対票53、賛成票51の反対多数という採決結果となり、結果的にローンスターへの売却議案は否決となったのです。この時府議会においてローンスターへの売却が否決されたため、大阪府都市開発の売却自体が白紙に戻される可能性もありました。しかし2014年2月、当時大阪府知事を務めていた松井一郎氏は改めて南海 SE 契約にて売却する方針を発表します。売却額はローンスターの781億円には及ばないものの、南海が当初提示した金額に30億円プラスした750億円となりました。また南海電車と泉北高速鉄道線の間を乗り継ぐ際は
通運賃で80円の乗り継ぎ割引を実施することや、15年間は事業を転売しないことも条件として盛り込まれました。この決定にあたり、松井知事は価格とサービスについて南海から公募時を上回る案が示されたことを挙げています。南海へ売却する議案は2014年6月に大阪府議会で可決されたため、大阪府都市開発は現在のように南海グループに入ることが確定。同年7月に南海が 100% の株式を保有する子会社となり、同時に社名が泉北高速鉄道へと変更されたのでした。南海電車の傘下になってからの泉北高速鉄道の動き。大阪府都市開発改め泉北高速鉄道が南海電車の傘下となったことで、泉北高速鉄道線にはいくつかの変化が見られました。まず一つは売却時の約束通り、南海電車との乗り継ぎ料金が80円割引されたことです。南海高野線と泉北高速鉄道線を乗り継ぐ場合、以前から大人20円、子ども10円の乗り継ぎ割引がありました。しかし2015年3月1日以降は割引額を大人100円、子ども50円と拡大したのです。また同時に通学定期の割引率も約 60% から約 70% へ拡大しました。運賃面では他にも2023年10月1日からゴーゴーキッズと称して、イコカやスイカ、パスモなどの IC カード利用時に小児運賃を50円均一とする事業も行われています。このような施策は関東の小田急電鉄において2022年3月より実施されている IC 小児運賃50円均一に次ぐもので、同じ日に京急でも IC 小児運賃75円均一政策が実施されています。そしてもう一つは有料特急列車泉北ライナーの運転でした。2015年12月5日に運転を開始した泉北ライナーは準大手私鉄としては初めての有料特急です。これにより難波と泉中央の間が最速29分で結ばれ、また沿線住民に快適な着席サービスを提供したのです。なお泉北ライナーで使用される車両については、当初特急林間で主に使用されていた1万1000系を用いていました。しかし2017年1月からは泉北高速鉄道所属車両として初の特急車両となる泉北ライナー専用車両の1万2000系が導入されています。その後は1万1000系の代わりに泉北高速鉄道1万2000系での運用が続きましたが、同年8月のダイヤ改正で泉北ライナーが増発され、その時から1万1000系も再び泉北ライナーで運用されています。ただし泉北ライナーも含めて高野線系統の特急電車は常に予備車両がかなり最小限の運行とされており、検査入場する車両が出ると車両不足に陥ります。高野、林間で使用される3万系、3万1000系が検査に入ると、その補充として林間の一部列車が1万1000系での運用となるほか、泉北ライナーで用いられる1万1000系や1万2000系が検査に入ると、泉北ライナーで使用される車両に不足が生じることとなります。その場合は南海本線から1万2000系サザンプレミアムを借りて、1万1000系のかけた分を穴埋めするような形にて、1万2000系サザンプレミアムが泉北ライナーに投入されます。また2022年5月に小原田検車区構内で発生した脱線事故により、3万系1編成が長期的に使用不可能となったことに関連して、普段泉北ライナーで使用される1万1000系が林間で使用され、その穴埋めとして普段は特急ラピートで用いられる5万系が泉北ライナーで使用されたこともございます。5万系ラピートは事故を起こした3万系が復活した後もしばらく泉北ライナーとして走り続けていたのですが、2023年10月21日のダイヤ改正より5万系の本来の職場である昼間の特急ラピートベータが増発されることに伴い、その前の同年9月30日をもって泉北ライナーから撤退しております。ちなみにこの時にも高野線特急車両の検査入場があり、修理中の3万系1編成のほか3万1000系1編成も入場し、2編成も高野線特急車両がかけた時期があったのですが、その時は8両編成で運転される朝の林間を4両編成として
例年同様12000系サザンプレミアムを借りるのですが、この時12000系サザンプレミアムは戦国ライナーで用いず、夜間に運転される一部の林間で用いており、林間と戦国ライナーで1編成ずつ借りた車両を用いて急場をしのいでいます。ちなみにこの辺りの事情についてはすでに取り上げているので、よろしければこちらの動画も合わせてご覧ください。概要欄からアクセスすることが可能です。また2023年12月、南海は仙北高速鉄道を吸収合併することを発表しました。時期は2025年度早期を目指すとしています。南海では両社が統合されることによって、より南海グループにおける経営が効率化されるとしており、具体的には利用しやすい運賃設定などの効果が得られると説明しています。例えば難波泉ヶ丘間では通勤定期が5210円、通学定期は3610円安くすることが検討されています。合併すれば会社名としての仙北高速鉄道は消えてしまいますが、南海電車と統合することによって利便性は良くなる見込みです。仙北ニュータウンをはじめとする沿線に住む方や利用者の方にとってはより利用しやすくなることを期待しましょう。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、仙北高速鉄道がなぜ南海電車の子会社になったのかについて、もともとは大阪府知事を務めた橋本徹氏の行政改革の一つとして南海電車へ売却された経緯があること、売却先候補にはアメリカの投資ファンドであるローンスターの名前も挙がっていたが、外資系であることやローンスターのそれまでの実績などが問題視されて結局破棄され、最終的に南海電車へ750億円で売却されたこと。もともと仙北高速鉄道は大阪府都市開発という大阪府の第三セクターであり、現在は仙北高速鉄道線の運営や物流事業を行う南海グループの企業であること。その中で大阪中心部から仙北ニュータウンへのアクセスを確保するために作られた鉄道路線が仙北高速鉄道線であること。仙北高速鉄道線は1960年代の南海電車に新線を作る余裕がなかったため、やむなく第三セクターの大阪府都市開発が建設・運営することになったこと。仙北高速鉄道が南海グループに入ったことによって、運賃の値下げや仙北ライナーの導入などが実現したこと。その仙北高速鉄道は2025年度を目標に南海電車に吸収合併され消滅する予定であることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。